アマニアフリカっていうのは1999年、本当に20世紀の終わりですねに設立して、今年で23年目になります。その当時なかなかこのアフリカの情報っていうのは日本に入ってくることがすごく少なくて、私の兄がケニアでフィールドワークをしてました。そこにですね、私の母が遊びに行ったという形で、何も知らないまま飛行機に乗ってですね、ケニアまで行ったわけですね。でそこでうちの兄が何をしてたかというと、スラムの中で、職業訓練をしていたり、あとは、研究者だったので、そのスラムの中の生活がどうなってるかっていうことを研究して、そのフィールドワークをやってたんですけど、その流れでですね、うちの母はスラムっていうものに足を踏み入れることになるんですね。そこで見たものがあまりにも衝撃的で、もう戦後の日本のスラムの状態とか、そういう状態がまだこの地球上にあるのかというような衝撃を受けたようでして、でこの人たちに何かできることはないのかと思って日本で活動を一つ一つ始めていったっていう。アマニアフリカは、先ほどお話ししたようにですね、1999年にできて、最初はずっと小さい団体としてスラムの中の学校支援とかに自分たちで運営をするわけではなくて、スラムの中の小学校にお金を送ったりっていう、少しずつというんですかね、小さいところからやっていたんですけど、それが徐々に活動が広がっていって、お友達が増えていくと、今度は自分たちでも何かメインの活動をしたいということになってきました。そこで私たちが一番メインにしたかったのがフェアトレードっていうものなんですね。そこからうちのメインの収入源っていうのはフェアトレード商品の販売になるぐらいまでフェアトレードをちょっと広げてきて、現地のスラムの人たちと直接取引をして買わせてもらう、それをこういった販売会で売らせてもらう、それとあとはそうですね、もうそもそもずっと続けているスラムの小学校の支援ですとか、あとは日本でね、アフリカっていうものをなかなか紹介する機会がないですので、その文化交流的なところで、アフリカからゲストを呼んでイベントを開催するっていうこと、これが3つの活動、大きな活動ですね。だいたいですね、メインになるものが3種類ほどございます。一番メインなのがこの布類ですね。アフリカの伝統的な布のこのカンガっていう生地があります。これをこういうカラフルな生地なんですが、これを使った小物入れとかカバンとか、そういうのを作ってもらって、日本で販売しておりますが、バナナの葉っぱでこういうバオバブの木ですとか、ボールペンですとか、あとはこれちょっと小さいんですけど指輪とか、それからもう一つが、これ牛骨製品。牛骨っていうのは牛の骨です。普段皆さん牛骨ね、牛の肉食べられると思いますけど、その牛の肉を食べ終わった後に残った牛の骨、そのまま加工して、こういうスプーンですとか、あとはネックレス、アクセサリーにして販売をします。そうです、すごく難しい。これ2年前とね、ガラッと世界が変わってしまっているんですよね。先進国と途上国の差、ワクチンを打てたか打てないかとか、医療ですよね。あとそこの部分をもう一回しっかり、勉強というかね、私たちに伝える。皆さん経験してますから、このコロナウイルスっていうものを身近に、この世界の不平等っていうのを伝えやすくなってきたかなと思うんですね。なので日本ではコロナウイルスにかかったら国のお金で入院をすることができたけれども、例えばケニアではコロナウイルスかかってしまったら自費でお金を払って、もし亡くなったら病院で払わないと病院から出してすらもらえないとかね、そういう生々しい情報っていうものも伝えていかなきゃいけないなと思っていますし、あと
そうです、自分たちこの先進国の人がどれだけ、ラッキーであるか、このウイルスに対して医療があってワクチンがあってっていうことがどれだけ幸せなことかっていうのも伝えていくっていうのも大事かなと、すごく伝えることが身近になってきたなと思いますし、あとは例えば海外から来る人、ウイルスを持ってくるんじゃないかとか、そういうことですごく怖がってる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、でもそれをやらなければ今の時代つながっていけませんから、もう別に拒まずね、海外から来る人を平等にみんなで生きていこうよということを伝えるのが第一かなと思います。20年こうやって活動を続けさせてもらってますけれども、いつまで続くか分かりません。20年、30年、40年、50年、100年、200年と続けていくつもりですので、何かアフリカのことですとか国際交流関係のことで、私たちに協力できることがあれば何でもしますので、どうぞお声掛けください。